ファイヤー迷彩を着ていればやけどをしない。シギント、なんだ。エヴァが脱出手段として表面降下機を用意しているらしいんだが。聞いたよ。表面降下機ウィグはいわゆる表面降下を利用した飛行機と船の中間みたいな乗り物だ。表面降下ってのは要するに地面スレスレで飛ぶと地面と翼の間の空気が圧縮されて翼が持ち上がりやすくなるっていう現象だな。西側の情報機関が掴んだところによればソ連はウィグをかなり熱心に研究しているようだ。主に対戦哨戒に使う機らしい。まあその手の任務にはウィグの長い航続距離と高速性能は魅力だからな。その先行試作機が実地試験も兼ねて輸送機として運用されているのをエヴァがどうにかして確保したってところだろう。ウィグの最大速度は時速700キロ以上出るらしい。航続距離も問題ない。さすがに超音速戦闘機に追撃されたら危ないだろうが、レーダーに引っかからない海面ギリギリを飛んでいけば十分脱出できるはずだ。RPG-7 を装備しているのか。RPG-7 は RPG-2 の後継として開発されたソ連の最新鋭携行用対戦車兵器だ。実戦配備が始まったのは1962年、つまり2年前だな。ただ携行用といってもランチャーと敵弾合わせて8キロ以上ある。装備したらエイムボタンで構えるようにしてくれ。わかった。構えたらそのままでも発射できるんだが、主観ボタンを押してスコープを使えばより正確に照準できるはずだ。あとは攻撃ボタンで引き金を引けば発射薬でランチャーから敵弾が打ち出される。直後に団体後部の安定翼が展開し、約11メートル飛翔すると団体に内蔵された推進薬が点火、加速しながら目標まで飛んでいく。もし当たらなくても射程距離を超えるか、発射後数秒経過すると安全装置が働いて弾頭が自爆するようになっている。弾頭は成型策薬のヒートだ。330ミリの装甲を貫徹する能力があるぞ。重装甲の攻撃ヘリでも落とせるはずだ。あと敵弾は一度加工してから点火する。だから地面スレスレから発射するのはやめてくれ。つまり匍匐の状態では構えられないということか。そういうことだ。忘れないでくれよ。わかった。タバコ型麻酔ガス銃を手に入れたようだな。タバコ型麻酔ガス銃は見た通りタバコの形に偽装した麻酔ガス銃だ。グラーニンの研究所で KGB のスパイ用に試作していたものだろうな。装備してエイムボタンで構えた後に攻撃ボタンを押せば麻酔ガスを射出する。射程は短いがガスを吹きつけられた敵はその場で意識を失うはずだ。食料は種類によって腐りやすさが違うの。動物や魚の肉は傷みやすいけど、植物やキノコは日持ちがするはずよ。動物も生け捕りにすれば腐る心配はないわ。その食料が腐っているかどうかはサバイバルビュアーのフードで食べるときにアイコンをよく見ればわかるはずよ。食べる前にアイコンをよく確認するようにして。腐ったものを食べたらお腹を壊して腹痛に苦しむことになるわよ。放っておいても治るけど嘔吐してかなりスタミナを失うわ。腹痛になったらサバイバルビュアーのキュアで胃腸薬を服用しなさい。腹痛や食中毒を治すには胃腸薬や解毒剤を使う以外に自分で胃の中のものを吐き出すっていう方法もあるわよ。サバイバルビュアーでビュアーボタンを押せばビュアーモードに入れるわ。そこでカメラスティックを回して自分の体を回転させればそのうち気分が悪くなるはずよ。十分目が回ってからサバイバルビュアーを抜けると嘔吐できるわ。腹痛や食中毒もそれで治るはずよ。試してみて。そこからはグロズニグラードが一望できるようだな。今のうちに偵察を行っておくのもいいだろう。だがあまり派手なことはするなよ。例の攻撃ヘリが紹介しているということを忘れるな。その地下壕を北へ通り抜ければグロズニグラードの内部に出られるはずだ。北へ進んでくれ。
私はザ・フューリー。怒りの炎で貴様を焼き殺してやろう。私は宇宙からの機関車。その時灼熱の世界を見た。そこで見出したものは何だと思う？怒りだ。生きることへの憤怒だ。お前にもあの灼熱のブラックアウトを感じさせてやろう。ザ・フューリーは強力な火炎放射器を装備している。決して正面から向き合うな。奴の背後を取って攻撃するんだ。だが暗闇の中では動くこともままなるまい。まずは視界を確保することが先決だ。暗視ゴーグルを使え。松明や葉巻を使うのもいいかもしれんな。スネーク、ザ・フューリーの火炎には気をつけて。あの炎は強力よ。近距離で炎を浴びたら重度の火傷になる危険性が高いわ。火傷を負ったらすぐにサバイバルビュアーのキュアで治療するのよ。体に火がついたらローリングを繰り返せば早く火を消せるはずよ。サバイバルビュアーで燃えている服を着替えるのもいいわ。体に火がついたらすぐに対処していいわね。目の前が見えないんじゃ戦いようがない。まず視界を確保するんだ。暗視ゴーグルを使うといい。ただしバッテリーの残量には注意してくれよ。だが暗視ゴーグルで奴の火炎を直接見るとしばらくの間画面が焼き付いてしまうぞ。火炎放射が来たら目をそらすかすぐにゴーグルを外すようにしてくれ。暗視ゴーグルのバッテリーがなくなったら葉巻や松明を使えばいい。ただし明かりをつけたまま近づけばあんたの位置が奴にバレちまうぞ。注意してくれ。ザ・フューリーの持っている火炎放射器は普通のものじゃない。普通火炎放射器はナパームとガソリンの混合燃料を使用するが、奴はロケット用の液体燃料を使ってるって話だ。おそらく UDMH 非対称ジメチルヒドラジンと NTO テトラニトロキシドを混合したものだろう。その威力は見ての通りだ。ザ・フューリーの火炎放射器は強力だぞ。正面からの攻撃は全て炎で吹き飛ばされるだろう。奴の背後や側面に回り込んで攻撃するんだ。ザ・フューリーは宇宙服を応用した特殊な耐火服を着ている。あの派手な炎に耐えられるくらいの代物だ。グレネードや白リン手榴弾ではほとんどダメージを与えることはできないだろう。だがその耐火服を破いてやれば話は別だ。接近戦でナイフを使えば奴の耐火服を切り裂くことができるだろう。ナイフが届く距離まで近づくには背後からストーキングで接近するといい。ただしいくら音をさせずに近づいても葉巻や松明みたいな明かりを持っていたらバレちまうぞ。背後から近づくときは葉巻や松明は装備から外してくれ。どこに隠れた？燃え尽きだ！光を味わえ！いかん！見えまい！憤怒の炎だ！ザ・ボス。コブラ部隊もこれで終わり。あなただけは生き延びてください。私もザ・ソローのもとに行きます。憤怒の炎！地獄の灼熱が私を浄化してくれる！見えた。管制塔聞こえるか？帰ってきた！大地だ！